はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私以前最先端の半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源をいろいろ測定したりバラバラに分解して中身を確認したりしたんですけども、同じメーカーから同じ半固体バッテリーを搭載していて機能がさらにアップした容量違いの機種が出るよっていう情報をいただきましたので、何がどう変わったのかいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。でこいつ半固体で超長寿命超安全っていうだけじゃなくて、合体やタイマー機能など新しい要素も入ってきているので、これちょっと期待しちゃいますね。で今回使ってみるのがこれ、ダブソン社製ポータブル電源 DBS1300 っていうやつですね。でスペックはと言いますと、容量が 1330W 時、定格出力が 1200W、 P ブースト使用時は 1600W 相当で、合体並列接続時は 2000W で、バッテリーの種類が半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、充放電サイクルは約4500回以上、これ容量 80% 維持の時ですね。でソーラー入力が 400W、 寸法が 362×221×275mm、 重量は約 16.5kg っていう風になってます。でパッと目につくのはやっぱり半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使うことによる充放電サイクル4500回以上の超長寿命。これ平日週5で使ったとしても約15年持つっていう計算になりますね。それから数字だけじゃ分かりにくいんですけども、意外にコンパクトで、これセルがマルチタブ一体化切断っていう技術で作られていて、こんな風に四角形ですので一般的な丸いやつを並べるよりもスペース効率がいいんですね。ちなみに半固体何がすごいのかと言いますと、めちゃくちゃ安全性が高くて三元形みたいに燃えたり液漏れ発熱発煙がしないっていう特徴があるんですね。で半固体の詳しい原理はこの前の機種 DBS2300 の時に詳しく説明しておりますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。はい、中身出すとこんな感じですね。でまず入っていたのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに刺さる形状になってます。でこれはシガーソケットから充電するためのコードで、ソーラーパネルから充電するためのケーブル、それからこれはソーラーに関する説明と、メンテナンスマニュアル、それからこれは保証書、最大5年保証になるらしいです。それから取扱説明書で、これいろんな言語で書かれていますけども、途中からですね日本語のコーナーもありますので、これ迷うことなく使えるかと思います。じゃあ早速本体見ていきますかね。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、中央が残量パーセントで、右側が出力電力、そして左側が入力電力で、左下はあと何時間使えるかの目安になってます。でその下に USB 関係があって、タイプ A が3口、タイプ C も3口ついてます。そして右の方に行きますと、DC12V 系の出力ポートがあります。そして左側に行きますと、ライトがついていて、ボタンを押すたびに弱点灯、強点灯、それから SOS 点滅っていう風になってます。で側面見てみますと、真ん中のところに通風口があって、その下にパカッと開くところがあるんですけども、左から DC の入力ポート、それから AC100V の入力ポートで、家電流保護があって、で一番右これ LAN ケーブルみたいなのが刺さるようになってますね。ちなみに取説にはデバイスアップグレードポートって書いてます。
そして下の方にもパカッと開くところがあって、はい、ここはエクストラバッテリーを接続するためのポートですね。で裏側は、はい、見事に何もなくてすっきりしたデザインになってますね。で逆サイドの側面は真ん中に排気口が2つあるのは同じなんですけども、下側に AC100V のコンセントが4口ついてます。で真ん中にパカッと開きそうなやつがあるんですけども、はい、これは並列接続用のポートってなってますね。そして上側に行くと、はい、いい感じにフラットですね。そして左右には本体と一体化した持ち手がついていますので、しっかり持つことできますね。でこいつデザインとしては前のモデルとほぼ同じなんですけども、サイズが全体的に小さくなっていて、私の手と比べるとこんな感じですね。半固体化してコンパクトになったバッテリーの特徴をしっかり生かすように、本体もコンパクトに設計されてますね。そしてこいつスマホに接続することができるようになってます。で今事前に接続された状態ですけども、はい、画面に表示されたアイコンをクリックしますといろいろ表示されましたね。で何が表示されてるのかと言いますと、バッテリーの残量やその状態、あとは入力電力や出力電力が表示されてるって感じになってますね。で今充電してないので入力は0になってますけども、アウトプットの方に切り替えますと、はい、ここで DC や AC の出力をオンオフすることができるようになってます。で右上の設定ボタンを押しますと、はい、いろいろな設定項目が出てきます。でこの重放電設定のところでは AC の電圧を 100V、110V、120V から選択して変更することができるようになってるみたいです。でこの最大 AC 入力っていうところは最大何ワットで充電するかっていうのを選べる項目ですね。同じ部屋で大電力の他の電化製品使う場合とかはここを低めに設定しておくとブレーカーが落ちなくていいです。はい、そしてここの時間管理っていう項目を押しますと、電源をオンオフする時間帯と入出力をオンオフする時間帯を個別に設定することができます。使い方としては卒フィットとかで昼間の電力が余っている場合はその余った時間帯だけ充電するようにして電力を有効活用するみたいな使い方ですね。ここら辺の重放電を頻繁に繰り返す場合でも寿命が長くて安全性の高い半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーと相性いいですね。そしてこの省エネモードっていうところは AC/DC 出力がオフになるまでの時間とか画面が暗くなるまでの時間っていうのを設定することができるようになってます。いやー、ここまでいろいろ細かく設定できるとできることも増えますね。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここに線をつないでいきます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、 LED 照明やタイマー機能、それから360度首振りを続けることができるっていう面白い機種ですね。でここに接続しますと、はい、充電されてるって感じになってますね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約40ワット。まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。
これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約70ワット。まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、約91ワット。はい、次は100ボルト系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約180ワット。まだ余裕ありそうです。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続していきなり最強で運転してみます。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約1150ワットで、次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット400ワット切り替えて使うことできます。ではこれを200ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約1200ワット。はい、若干オーバーしてますけど、ここら辺が定格マックスって感じですかね。でもう少しいけそうな気もしますので、400ワットに切り替えてみます。この時の消費電力は約1400ワット。おや、意外にいけてる気がしますけど、ちょっと時間置いてみますかね。あ、電源落ちちゃいましたね。画面を見てみますと、はい、オーバーロードのエラーが出てますね。というわけで定格以上使い続けると安全装置が働いて出力が停止されます。で実はこいつ P ブーストっていうモードをオンにすると定格以上の電力の製品約1600ワット相当まで使えるようになるっていう機能がついてます。でやり方はこのアプリからオンにするだけですね。では先ほどと同じ状態で400ワットに切り替えますと、はい、さっきと同じようにちょっと時間置いてみますかね。はい、エラー発生することなくちゃんと使えてますね。ちなみに消費電力は1200ワットに制御されました。でこれどういう原理かと言いますと、電圧を測定するとですね、はい、こんな感じで約83ボルトっていう風になっていて、電圧を下げることでさっきの1400ワットが1200ワットに収まるように制御してるんですね。ですので電圧にうるさい機器とかを接続するときはちょっと注意が必要かもです。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラーで最強運転の超小型セラミックファンヒーター、400ワット駆動のカーボンヒーター、そして USB 機器がスマホとタブレットと小型扇風機と卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。で今ファンがフル回転しているであろう電力で動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約45デシベル。
閑静な住宅地の昼や図書館内と同じ音量レベルです。めちゃくちゃ静かですね。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、だいたい3、4デシベルくらい増えたかなって感じですね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。先ほどの実験で単独で定格 1200W、 電圧を下げても P ブーストで 1600W 相当出力できましたけども、実はこいつ同じ機種を2台ドッキングすることで出力を 2000W まで増強するっていう機能があります。というわけでもう1台準備しましたので、これ接続してみたいと思います。で、使うのはこれ、オプションの並列接続ボックスです。こいつを先ほど確認した AC100V の真ん中についている並列接続用のコネクタ、ここに接続していきます。はい、接続するとこんな感じなんですけども、このボックス見ますと通常形状のコンセント 20A までが2つと、工具とかに使う 30A 形状のコンセントが2つついてます。じゃあですね、本当に 2000W まで使えるようになっているのか、消費電力のでかい家電つないでみたいと思います。まずは家庭用カーボンヒーターですね。これを AC100V の方に接続して電源を入れてマックスで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、左の機種が 411W、 そして右の機種は 395W というわけで2台合わせて約 800W で今出力されてるって感じになりますね。並列接続っていうだけあって2台から均等に電力が出されているような雰囲気です。まだ 2000W 足りないので超小型のセラミックファンヒーター追加します。ではこれも最強で運転してみますと、消費電力の方は左の機種が約 820W、 そして右の機種が約 800W、 合計 1600W っていう感じですね。というわけで小型カーボンヒーターの 400W を追加します。ではこの時の消費電力はと言いますと、左が約 950W、 そして右側が940W、 合計で約 1900W 出力してるっていうことになっています。というわけで同じ機種を並列接続すると大幅に出力アップできるっていうこと分かりましたね。ちなみにこの時の電圧測定してみますと、約 94V、 若干 100V からドロップしてますけども、並列接続であれば P ブーストみたいに電圧を下げずに 100V 使うことできるみたいです。ちなみに無負荷状態での単独の電圧はほぼ 100V ぴったりです。でこいつアプリで AC の電圧変えれるってなってましたので、ちょっと試してみますかね。ではここの選択を120V にしてみて OK ボタンを押しますと、ではこの状態で AC100V の電源を入れてみますと、電圧が出てきましたね。でしっかり 120V に変わってますね。というわけでたまに海外製の製品とか使うとき 120V って書いてることありますので、これで切り替えて使えば性能 100% 発揮することができそうですね。次はですね 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープですね。
で電気の波形は大きく分けると正弦波、疑似正弦波、区形波っていう3種類があって、正弦波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似正弦波と区形波はなんとか正弦波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で正弦波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似正弦波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい。で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で下の方に出ている60っていうのが周波数ですので、今 60Hz ぴったりが出力されてるって感じですね。でもちろん周波数は 50Hz に切り替えることもできます。でこいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい。で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、蛍光灯には何も変化がなかったように見えますけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になります。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、 9.6 ミリ秒で切り替わってるってことになってますね。10ミリ秒を下回る高速で切り替わってます。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、多分ここら辺で切り替わってるのはなんとなく模様でわかるんですけども、拡大していっても露骨に切り替わっている波形の乱れが見当たらないですね。で前後の波形の乱れから判定するとここなんですけども、若干歪んでますけども測れるほどのレベルではないですね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので気づいて反応する場合もありかと思います。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使った小型カーボンヒーターではこれを 200W で稼働します。で実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体で約 194W、 電力量計で 193W ってなってるのでほぼ同じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、そこそこ時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して画面も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.09kW 時イコール 1090W 時使えたってことになってます。あれ、
スペックの 1330W 時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは完全放電すると傷んでしまいますので、手前で止める安全装置が組み込まれています。それから DC を AC に変換する時の変換ロスも発生しますので、その分スペックよりも使える容量が減っちゃうっていう現象が起きるんですね。ではスペックからの変換効率を計算すると約 82% で、世の中70から 80% っていう製品が多いので 82% はなかなかいい数値かと思います。で、前に測定した DBS2300 も十分高速でしたけども、今回のモデルも高速充電モデルということですので、充電状態や充電速度を見ていきたいと思います。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。で、だいたい 400W くらいになってきましたけども、こいつ最大 1000W で充電できて、今その設定にしてますので、この後もう少し上がっていく感じですかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、1時間26分というわけで約1時間半で充電完了してるってことになってますね。そして 80% までの充電であれば約1時間で到達しています。早いですね。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 1.48kW 時でした。次は大電力を出力した時に AC100V 何ワット時使えるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、以前使用した大容量ポータブル電源で、こいつ充電電力変えれるタイプですので 1000W に設定して接続します。では今の消費電力はと言いますと約 950W で 1000W 近く出てますね。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間が経過したんですけども、表示が消えて出力が停止しています。それでは最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、1.06kW 時イコール 1060W 時使えたってことになってます。で、先ほどの低電力の時が 1090W 時だったので、大電力の方が 30W 時程度少なくなってはいますけども、これほぼ同じですね。ちなみに小電力でも大電力でもあまり使用できる電力量に変化がないっていうことは、待機電力や本体の消費電力が低いっていうことですので、インバーターの性能が高いっていうことになります。では次は純正のソーラーパネルを使ってどのくらい発電できるのかっていうのをやってみたいと思います。で、本日の天気はほぼ雲がないソーラー発電日和です。ではパネルを設置していきます。で、今回使うソーラーパネルは出力が 120W、 動作電圧は 19.44V ってなってます。で、こいつ素材に CFRP 炭素繊維強化プラスチックを使ってるようで、強度と耐久性が優れてるって書いてますね。で、パネルの厚みもだいたい 3.5mm くらいなので結構薄型ですね。で、ソーラーパネル本体からの出力はこの MC4 のコネクターになってます。
これをポータブル電源本体に付属していたソーラーパネル用のケーブルに接続します。それではこれをポータブル電源本体に接続して120ワットのパネルで何ワット充電してるのかと言いますと、おや、ほぼ充電してないですね。それもそのはず。半分以上影になってますので、これじゃソーラーパネルは発電できないですね。というわけで日が当たるまで放置します。若干線のような影は入ってますけども、ほぼ日が当たりましたので、この時の発電量はと言いますと約90ワット。というわけでちゃんと日が当たればしっかり発電してくれます。はい、ではこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、時間が経ってまだ日は出てますけども、完全に影になっちゃったので終了したいと思います。では最終的に何%まで充電できたかと言いますと、はい、24%。季節と場所のせいで常に影が入っているような状態でしたけども、きちんと日が当たれば100ワット以上発電するので、丸1日あればそこそこ充電できそうです。ちょっとこの季節はもうちょっとちゃんと日が当たるところで実験したいですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつかなり高性能ですね。もちろん半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載した別次元の安全性と4500サイクルっていう超長寿命は当たり前なんですけども、ドッキングして出力アップできるっていうのも汎用性があっていいですね。ちなみにこいつ2台並列っていうだけじゃなくて、それぞれにさらに2台ずつエクストラバッテリー接続することできますので、最大で9460ワット時まで増設すること可能です。という風に各個体がコンパクトですと、何かあった時やアウトドアには個別に持ち運ぶことができて便利ですね。それからタイマー機能も搭載されてますので、ソスフィットの余った電気を充電させたり、アウトドアで使わない時はソーラーパネルと組み合わせて電気代の節約とかができそうですね。というわけで、超長寿命で超安全な半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載の全振りモデルが欲しいっていう人、後から増設して容量や出力を増やしたいっていう人、ソスフィットで余った電力の活用やオフグリッドをやりたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。